フロントガラス、リアガラス、1号機のガラスが外れました。おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこの部品取り2号機を組み立てていきたいと思います。ある程度必要な部品は回収してきたんですけど、ボルトが固着していて外せなかったりとかして、いらない部品までくっついてきちゃってたんで、今回はこのボルトとかしっかり外して、いらないパーツは2号機へ戻したいと思います。いつまでも部品取り車この状態で置いとくわけにもいかないし、いずれは解体屋さんに持ってってもらうんですけど、クレーンで吊るにしてもカーポートの下だからクレーンかけることもできないし、どのみちタイヤつけて敷地の外には出さなきゃいけないので、今回この部品取りの2号機にタイヤつけて地面に下ろして移動できるようにしたいと思います。それじゃあ作業スタートです。まずはナックルからドライブシャフトを回収していきます。前回ここのハブのスプラインが固着していて、このハブプーラー使ったりとか、あとハンマーで叩いたりとかしても何をしても外れなかったです。なのでラスペネ付けにしておきました。裏側はこんな感じ。そしてこちらには外れたドライブシャフト。カメラの回ってないところで練習やってました。すごい錆びてて、外すのにね3時間ぐらい格闘してました。スプラインの部分はこんな感じ。錆に見えないけどこれ本当は錆です。バーナーでカンカンに炙ってこんな状態になってます。とりあえずこっちで外すのは練習できたので、こっちは撮影しながらうまいこと作業ができそうです。それじゃあ作業やっていきます。まずはブレーキローターを外したいのでキャリパーのブラケットを外します。ただここのボルトネジ切れちゃってそのままじゃ外れないんで、ここのブラケット切り落とします。それでブレーキローター外します。よいしょ。錆がすごい。次ガスバーナーで熱々に炙ります。あっちの外したやつやってた時は30分ぐらい炙ってたかな。炙りたいのはここのハブの部分なんですけど、どうしてもね熱がこっちのナックルの方とかに逃げてっちゃうんで、かなり長い時間一生懸命炙ってないと、ここのハブのさっきのスプラインの部分が熱入りきらないんで、しっかりと炙っていきます。こっち側から炙ったりとか、ハブの隙間の部分から炙ってみたりとか、炙る角度変えて、狙うのはスプラインの中心部分です。それじゃあ30分炙っていきます。このやり方はハブベアリングに熱が入ってダメになっちゃいますんで、皆さん作業やるときは注意してください。これは部品取りの車だからハブベアリング再使用する予定もないし、この作業のやり方をやっています。前回松さんが教えてくれたやり方ですね。本当は酸素とかでガッと熱を入れられればもっと早く簡単にできると思うんですけど、持ってないのでガスバーナーで頑張ります。FD のナックルはアルミなので熱が逃げやすくて、長い時間しっかり熱をかけないとハブのところまで熱が伝わりません。なので30分ずーっと炙り続けます。今ナックルの方までだいぶ熱が来てて、ちょっと触れるか触れないかぐらいの温度まで来てます。そしたら水をかけて一気に急冷します。お、冷めたね。これでラスペネをたっぷりともう一回かけといて、裏側もしっかりとラスペネを。むしろこっちの方が重要な気がするけど、表側よりねこの裏面の方が固着がひどいような感じがするんですよね。そしてハブプーラーをセットして、これでプーラーを締め上げます。安定性が悪いな。一回車に乗っけます。
よし。これで準備ができました。あとはここのプーラーの頭を締め込んでってハンマーで叩いてを繰り返していけば外れるはずです。昨日はそれで外れました。途中何回か炙り直しもしたけどね、基本的な作業はそんな感じです。あ、バキって言ったね。いけるわ、きっといける。昨日もこんな感じだった。ある程度締め込んだらここをハンマーで叩く。あ、だいぶ軽くなったな。こっからはスピンナーじゃなくて普通のでいけんじゃない？今まで1メーターのスピンナーハンドルでやってました。これでも回すのがしんどかったけど、だいぶ軽くなったから、とりあえずメガネとかでいけないかな。あ、いける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 。あ、すごい軽くなってる。多分固着が剥がれたんすよ。あとはこれこのまま押していけば外れるよ。昨日作業やってたのよりは相当楽に作業が終わった。昨日試行錯誤やりながらだったから、炙って外してまた炙ってみたいな何回も繰り返してたから、どのぐらい炙ればいいかも分かんなかったからさ、ずーっと探り探りでやってたんで、もう一発ガツンと熱入れればいけるっていうのが分かったから、下手に熱かけてどっかの部品ダメにしたら嫌じゃないですか。ドライブシャフトの自在継ぎ手の部分ダメになっちゃうとかさ、そうなったら嫌だなと思って、昨日はね様子見ながらずっとやってたんですよ。あとは叩けば落ちるべ。あ、いける。あ、よしよしよし。よっしゃ、落ちた。うい、よいしょ、ドライブシャフトが取れました。こっちの根元の方が多分錆がひどかったんですね。スプラインの方はねそんなにひどくないんですよ。多分ここ単面の部分、ここのはめ合いがきつかったんだ。はい、ということで無事ドライブシャフトを回収できました。こっちが今外したやつ、こっちが昨日外したやつ。首の部分、ここのジョイントの部分はそんなに悪そうな感じしないです。型付きとかもなく使えそうな感じがする。1号機と同じ感じかな。ブーツはひび割れてるからブーツは変えなきゃダメですね。とりあえずストック部品としてこれは保管しておきます。で、外した部分はここスプラインの方はねそんなに傷んでないっていうか、錆も全然なんですけど、多分こっちだね、固着がひどかったの。この首の部分、根元の部分、ここがねハブのここの部分に当たるんですよ。ここが多分錆びでくっついちゃってるような感じ、多分そんな感じだと思います。だから熱入れるときここを炙りたいんですけど、ここぴったりとドライブシャフトが当たっちゃってるから、結局ねここ炙れなくて、熱を入れるためにはこっち側から熱入れて長く炙ってあげなきゃいけないみたいな、そんな感じです。あ、もうあんだけ熱入れたからね、ハブベアリングはもう全然ダメな状態ですね。すごく動きが渋い。これはいらないナックルだから全然ああいう作業のやり方できるけど、普通の車はこの外し方ちょっとできないかな。やるんだとしたらハブベアリング交換前提でやるしかないですね。ということで1本1万円中古のドライブシャフトを無事回収することができました。これは予備の部品としてストックしておきます。次、エンジンメンバーからロアアーム外します。車から下ろす時にね、ここのボルトがねじ切れました。ボルトナットが固着してるというよりかは、このアームの中のカラーと完全にボルトが一体化してます。だから叩いても何してもこれ抜けないんですよ。だからここのアームの付け根の部分切り落としてアーム外します。で、切り落とすのに使っていく道具がこちら、じゃん、エアーソー。新しく買いました。
いや前から欲しいなとは思ってたんですけど、もうこれ以外ここ切り落とす道具ないよなと思って今回買いました。メーカーは SK11。 これでロアームを切り落として外していきたいと思います。電動のレシプロソもいいなと思ってたんですけど、エアーだとほらコンプレッサーの容量足りなくて使い切れないかなとも思ってたけど、でも結局やっぱエアーソーの方が使い勝手いいよなってことでエアーソーです。パワー足りなかったらレシプロソーもそのうち買うかもしれない。コンプレッサーを新調するかもしれない。とりあえず六角レンチとエアーのアダプターと本体。結構コンパクトだね。サイズがちっちゃい。昔職場で使ってたやつもっとごっつくてなんか重たい感じのやつだったけど、すごくちっちゃくて使いやすそうな感じです。手の大きさと比べるとこういう感じ、こんな感じ。使い勝手良さそう。ブレードは標準で24刃がついてるんで、今回金属切り落とすから32の刃に変えておきます。これモノタロウで買いました。金属切断用のやつ。刃数によってね、金属が切りやすかったりプラスチックが切りやすかったりっていう感じで、刃の数、ここの山の数で使い分けします。よし、これでいけんじゃない？これでロアーム切りたいと思います。エアーツールオイルを入れて1滴2滴、こんなもん。いいね。意外に音静か。よし、やってみよう。タッピングスプレー塗っときます。塗っとくと刃の持ちがだいぶ変わる。これ CRC とか使うと刃の滑りは良くなるけど滑る分だけ切れなくなるので、ドリルとかエアソーとか使うときは CRC じゃなくてタッピングスプレーがおすすめです。ちなみにこのボルトを切り落とすだけで刃を2枚使用してます。最初は切れ味いいんですけど、切ってる間にどんどん熱持ってっちゃって刃が潰れていくんですよね。1ミリとかの鉄板だと割と簡単にサクッと切っちゃうんですけど、さすがにボルトとなるとそうはいかない。ボルト切り落とすだけで15分格闘してました。でもどうにか切り落とすことができました。うっしゃい、長かったやっと切り落とせた。次反対側、こっち側が落ちたからこっちですね。こっちにまだボルトの頭がいるからこっち側も切り落とします。半分ぐらいは切れたような気がするから、あとねじ切れないかやってみます。ボルトを回せばそのままパキンって折れてくれるとありがたいんですけど。いきまーす。無理かな。まだか。折れたやった。これで取れる。反対側のボルトとナット外しちゃいます。取れました。無事にメンバー傷つけることなく外すことができました。これでメンバー再使用できる。外したアームはこんな感じです。もう完全にね、ネジとカラーが一体化しちゃってます。もともとはこんな感じ。このカラーのところにこうやってボルトが通ります。この中で錆びついてくっついちゃってたんですね。そしたら反対側のロアームまだついてるんで、あとボルト1本こっちも外したいと思います。これ外せば分解終了。これもねガッチガチで外れなかったんですよ。車に乗せたままだと工具かける場所がなくて。よし、行ってみよう。ダメだ、全然緩まない。でもボルトは回ったから多分ナットが錆びついてるだけですね。バーナーで炙って錆び落としてからネジ緩めます。急冷。
よっしゃ、曲がった。よっしゃ、取れた。取れました。はあ、大変だった。次、ラジエーター。これ分解します。コアはいらなくて、こっちのファンが必要。よいしょ。ラジエーターファン。これはゴミ。これもいらない。忘れてた。これもいらないわ。スペアタイヤ。サビって使えるようなものじゃないから、これもお返しします。よし、そしたら一回部品洗浄やっていきましょうか。結構サビとかもすごいしさ、塗装もポロポロ剥がれてきちゃってるしさ、このまま保管庫に持っていくと保管庫が汚れてしまうので、一回部品洗浄をしてサビの状態とか損傷具合把握すれば、今後どういう風に部品を直せばいいかとかも分かるしね。一回部品洗浄やっていきたいと思います。使うのは高圧洗浄機。これで汚れを一気に吹き飛ばして洗ってしまいます。まずはデフからいきます。よいしょ。すげえ、めっちゃサビ落ちた。これ全部デフから剥がれ落ちたサビ。すごいすごい。まだちょっと残ってるけど。次、これメンバー。よいしょ。これそんなに変化ないです。サビがブワーとかって飛び散ったりとかしない。表面の砂が落ちた程度ですね。サビの具合もそんなひどくないかな。へこみとかもないしね。サビ落としして塗装すれば全然使えますね。ラジエーターファン。ちょっと砂がすごい。サイドステップ。使うかどうかは分かんないけど洗っておく。リアバンパー。PPF、 そしてスタビライザー洗っていきます。やっぱり PPF 割れてないですね。洗ってきれいになったからなんとなくわかるけど、割れてたりは全然ない。まだまだ使えますね。ドライブシャフトはサビが出たら困るからこれは洗わない。代わりにここの端っこの部分とかは傷が入らないようにタオル巻いて養生します。こっち側みたいな感じにします。現在の部品置き場、こんな感じです。ちょっと溢れ返ってる。しまいきれなくてすごい状態。このコンテナケースにも全部部品入ってます。やばいな。こっちは第二部品庫。ここも結構パンパンになってきた。
エアロが場所取るよね。奥に積んであるのはタイヤです。スタッドレスとかインプレッサジムニーのスタッドレスタイヤ。マジで部品置き場もう一つ増設しなきゃやばいかもしれない。よっしゃ、そしたら足回り組んでこの解体車を地面に下ろしますか。それじゃあ組んでいきます。よいしょ。エンジンメンバーを乗せていきます。これ1号機の曲がってるやつです。こっちのアームがネックだよね。まずサスペンションを通さなきゃいけない。解体車組み立て完成。これで動かせるようになりました。これ手でいけるかな。お、めっちゃ軽い。一人で動かせるよこれ。これだったら敷地内動かすの楽だわ。とりあえずまだ使えそうな部品は何個か残ってるんで、1号機組み立てやりながら足りない部品があったらこの車から取らなきゃいけないんで、まだしばらく手元に置いておきます。ただカーポートの下だとちょっと場所取って不便だから、車はこっちだね。こっちの空き地駐車場の方に入れようかな。それはカメラの回ってないところで車をこの辺に移動しておきます。追加報告。 FD ガラス外れました。じゃん。ガラス屋さんに来てもらって外してもらいました。作業映像はちょっと技術的な部分があって映せないということだったので、外れたものの紹介です。念のため外す前に元の状態を撮影しておきました。全塗装してるから塗料飛び散ってゴムモールに色がついてたりとか、あと経年劣化でそれなりにモールも痩せてひび割れてみたいな状態になってます。でせっかくボディこれだけ塗装をやってしっかりとレストアやるので、やっぱりガラスも外してきっちり塗らなきゃなということで作業をやってもらいます。22ジムニーの時自分でガラス外しやってみたんですけど、まあうまいこと外せなくてガラスバキバキに割ってしまったので、今回はガラス屋さんにやってもらいます。ちょっとねガラスの値段が高くて、さすがにガラス割ってしまうと僕のお財布事情が厳しくなってしまうので、割るぐらいだったらやってもらおうっていうことですね。そして外れた状態がこちらです。これリアガラスですね。まだガラスに残ってる糊は処理してない状態。外したてほやほやです。でこれがガラス糊を処理した状態。こっちはフロントガラスです。綺麗に剥がしますよね。使ってる道具もやっぱりガラス屋さん特殊な道具使って外してたんですけど、多分あれ僕道具持っててもあんな綺麗に外せる自信ないですもん。何十枚って練習積んでようやくできるのかなみたいな、そんな感じでした。こっちはボディ側ですね。
綺麗に外すな。やっぱプロはすげえや。仕上がりが全然違う。こっちは後ろ側。めちゃくちゃ手際よく作業をやってました。やっぱ頼んで正解だったな。自分で外すとこんなうまくはいかないもんね。ボディもギタギタになるかもしれないし、ガラスも割っちゃうし。ちょっといい？はい、どうも。これでガラス周り作業がストップしてたピラーの部分とか屋根の部分とか作業進めれますね。バックドアはまあ部品単体だからもうちょっと後になるかな。さあそしたら次回から塗装の剥離、そしてサフェーサーまで一気に進めれるかな。楽しみ。さあということで2号機から部品取り作業が終わったから、次回から1号機、これの作業の続きをやっていきたいと思います。続きが気になるよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。